口の壁に電気案内板があります。ニンニクチャーハンに入ってる具材と調味料を教えてください。ご飯と卵とネギを2種類とチャーシューとおろしニンニクと刻みニンニクとオイスターソースを塩とうまみ醤油だれですね。先にご飯だけを炒めてそこに塩をしてチャーシューの方には塩に合わせたりしないでご飯に塩を加えて炒めてそれから調味料を入れてっていうそこだけはちょっと気をつけてます。チャーシューが濃くなりすぎるとかご飯の方に味が乗りづらくなるんで途中から変えた、昔はちょっと一緒にしてたんですけど今はそういうやり方をしてます。完全にご飯に卵が絡むまではいかないんですけど卵をある程度もう火入れ切ってから入れて完全にご飯と卵が別々になるみたいな感じよりはある程度、黄金チャーハン気味になってるぐらいのその間ぐらいっていうんですかね、その辺をイメージしてそれが一番しっくりくる感じかなっていうのでやってます、はい、チャーハンを作る時の鍋振りのコツを教えてください。最初に刻んだニンニクを炒めるんですけどちょっと焦げやすいのですごく薄切りにしてるんで
そこを、火加減と油の量とその辺を気をつけながらご飯を入れるところまで持っていくっていう、そこがちょっと、気をつけるポイントですね。これチャーシューがすごい美味しくて、はい、チャーシューはどういったこだわりがあったりしますか？チャーシューは国産のチャーシューの肩ロースを使ってます。やっぱり国産と外国産とじゃ味が全然変わってくるんで、昔はちょっと外国産も使ってたんですけど、やっぱり味が全然違うので、正直ちょっと値段は高いですけど、頑張って国産を使ってるっていう。バラは油が多すぎる、捨てるとこも多くてロスも多いし、油が多い部分だとくどくなっちゃう。肩ロースはもう程よく油が入ってるんで味もいいし、タレの入り具合も。バラだとタレがあんまり染み込まない部分があるんで、そこを使うとあんまりチャーハンにした時にいい味がうまい具合に出ないっていうか、そういうとこもあります。前日から下ごしらえをしといて、それを圧力鍋で柔らかすぎず硬すぎず程よく火を入れて、それからタレを作って軽く煮て、であとは冷まして味を入れて保存しておくっていう感じですね。当日のその肉を焼き固めてっていうところからだと、そうですね、2時間とかかな。天津飯に入ってる具材と調味料を教えてください。卵とネギとカニとニンニク、それだけです。はい。麻婆天津飯を作る時の、コツとか何かこだわりあったりしますか？こだわりはある程度ふわふわした柔らかい卵の方が美味しいと思ってるので、火を入れすぎない。かといって濃くてもダメなので、そのギリギリのラインで火を入れて盛り付けるっていう感じは意識してますね。はい、あと油の温度と油の量と卵を入れるタイミングですね。その辺でちょうどいい具合になるように調節するっていう感じですね。はい、麻婆のあんの量がすごく、多くて食べ応えがあったんですけど、何かそこのこだわりあったりしますか？自分で食べてみて、そのちょうどいい具合になるように、毎回ちょっと微妙に味の濃さも違ったりするので、濃かったらあんは少なくていいし、そうでなかったら少し多めでいいし、その瞬間味見した時のバランスとご飯のその時の量、卵の量、全体的なものを見て、だいたい同じぐらいの量は盛りますけど、微調整してちょうどいいように。どういった方がよく頼まれますか？やっぱり若い方が多いイメージ
ジがありますけれども、テレビとかでもね紹介していただいているんで、割と年配の方とかも興味を持って頼まれる時もありますけど、中心は若い方が多いですかね。はい、麻婆天津の麻婆の部分に入ってるこの豆腐だったりとか何か教えていただければ。調味料はニンニクと生姜と豆板醤、豆チジャンを事前に作っておいたザージャンひき肉とはネギを加えているぐらいですね。はい、味としてはどういった特徴を意識されてるんですか？いろんな方が召し上がるので、辛くなりすぎないように、かといってあんまりパンチがなさすぎてもいけないので、そのちょうどいいラインを取るのと、あんと卵とのバランスをうまく取るように。あんまりその辛いとかしびれるのが強いのはあんまり好きではないので、食べやすいまろやかさもあって、コクもあってで、醤油気も程よく効いててっていうイメージはしてますね。はい、ありがとう。レバニラに入っている具材と調味料を教えてください。ニラともやしとレバーと玉ねぎと白ネギが具材ですね。調味料はニンニク、生姜、ガラスープ、お酒、醤油、オイスターソース、胡椒、うまみと砂糖ですね。レバーを炒めるときに油で加熱されてたと思うんですけど、そこのこだわりを教えてください。温度が高すぎるとボソボソしたレバーになるので、高すぎないように、かといって低すぎてもダメだし、ちょうどいいぐらいで時間も長すぎず、短すぎず、そこは気をつけてます。お肉の柔らかさがすごい柔らかい理由はやっぱそういったところがそうですね。はい。ってことですか？もやしをシャキシャキに仕上げないといけないので、もやしの炒め時間とニラはもう短時間で火が入るんですけど、だけど火を入れるのが足りないと青臭みが残ってしまうので、ちょうどいい具合にもやしのシャキシャキを残しつつ青臭みは消すけど火は入りすぎてないっていうラインを取れるかどうかっていう、そこですね。オイスターソースが一番ポイントになりますけど、あとは胡椒とごま油ですね。その3つがレバニラでは重要になってくるかなと思います。レバニラの味についてはご主人がお店をされた時からこの味でされてるんですか？大先輩から教わった味なので、それを今もやってるって感じです。どこの先輩から教わったんですか？このお店の、はい、先輩から。
五目あんかけ焼きそばに入ってる具材と調味料を教えてください。麺ときくらげとたけのこ、人参、エビとナルトと白菜、小松菜とネギ。調味料はガラスープ、酒、オイスターソース、うまみ調味料、醤油と砂糖。エビは他のエビのマヨネーズ和えとか、そういうメニューもあるので大きめのを使ってるっていうのと、お肉はバラ肉を使ってるんですけども、油のうまみというかそれが缶に入って美味しくなるので、バラ肉を加えるようにはしています。麺を油で揚げてるんですけど、はい、そこのこだわりを教えてください。麺を入れる時の油の温度がある程度高くないとくっついてしまうので、瞬間的に表面の水分を飛ばしてカリッと仕上げるっていうところは気をつけてますね。あんが、すごい美味しかったんですけど、はい、そこのこだわりを教えてください。あんはオイスターソースベースなんですけど、ほんのり砂糖でまろやかさを出して、あと白菜からうまみが出るので、それがうまく調和取れるといい塩梅になると言いますか、はい、具材のうまみの出し方どうやってますか？短時間で仕上げるんですけど、スープに入れてそこから煮て味を出すっていうところですね。はい、とバラ肉は油通しせずに直接入れて、バラ肉の油があんに全部入るような形で後から加えて、そこにガラスープを入れるっていう、そういうところで少し差は出ると思いますね。鶏ガラスープってどれくらい煮込んでられますか？ガラスープは3時間から4時間くらいですね。鶏ガラですごい量、スープがすごい量でしたが、あれは1日で使うんですか？そうですね、あれは平日は全部は使い切らないけど、週末とか忙しい時になってくるとスープなくなりそうになるぐらいになるので、あのぐらいは常に使うようにはしてます。何キロあるんですか？今はもみじ15キロを使ってます。焼きそばは麻婆天津飯とかと違って割と高い年代の方がよく召し上がるっていう感じで、定番メニューっていう感じですね。今は何代目になられるんでしょう？僕で4人目ですね。創業された方はどなたになるんですか？オーナーさんですね。オーナーさんからどのように引き継がれてきたんですか？店長は3人いまして、オーナーさんから任されて、それで4人目が僕っていう感じですね。はい、もともと、ここのお店に来られて今どれぐらいになりますか？26年ぐらいですかね。それまでは何をされてたんですか？前は和食のお店に少しだけいました。どういった心のきっかけが？ちょっといろいろあって和食のお店を辞めて、知り合いの方がここにいて、その方が辞める時に代わりの人を探してて、僕に声がかかって入ったっていうきっかけはそんな感じでしたね。和食から中華だとガラッと変わると思いますが、一歩踏み出しにくかったりしなかったんですか？いや、それは別にないですね。和食をされる前もお料理されてたんですか？その前はもう専門学校、京都調理師ですね。18歳高校生の頃になぜお料理の世界に入ろうと思われたんですか？手先が器用だったので、何か作る仕事がいいんじゃないかと思って、友達が調理師学校にここがいたので、料理もいいんじゃないかなと思って始めたのがきっかけでしたね。26年前と今で味って変わったりしてるんですかね？全く別物だと思います。そもそも僕が作り出したのはもう10年前ぐらいからなんで、前の店長の時はもっと違う、全然違う味でしたので、それはもう全く別物だと思います。大変だったこととか逆に楽しかったこともあれば教えていただきたいです。飲食はどうしても働く時間が長いので、それは大変といえば大変ですけど、嬉しいのはやっぱりお客さんと接してね、喜んでもらったり美味しかったよとか、そういう時がやっぱり一番嬉しいですね。お店の強みとかコンセプトって何になりますか？こういう場所なんで近所の方もたくさん来てくださるし、 YouTube とかも出させてもらって、遠くからもわざわざ来られたりとかもあるんで、競技場も近いんで、バスケットの方とか、サッカーとか野球の方とか、そういう方も来てくれたりとかで、駅も近いんで非常に立地、場所はいいとこにあるなと思ってます。中華屋さん京都でもたくさんあると思いますが、その中でうちはどういった味を目指しているのがあったりしますかね？幅広い世代の方に喜んでもらえるような、家族連れの方もいらっしゃいますし、子供さんも年配の方も来られるので、ここは気をつけてますね。いただいたお料理もどちらかといえば優しい味わいのような風に感じました。
そういうイメージですね。動物たちのはいはい。写真あるじゃないですか、はいこれはもう店主さんのチョイスでいろいろ選んで。そうですね、うちの社長が牧場をやってるっていうのもありまして、僕らも次の日に遊びに行ったりとかして、いろんな方に来ていただけたらなと思って可愛い子を探して撮ってますね。はい